皆さんこんばんはワイワイニュース山崎です。今日は2020年の2月の18日火曜日ですね。時間がまたしても遅くなりまして、日本時間の夜の10時6分ということで1時間ちょっと遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、なぜイルミナティカード予言はこれほどまでに的中するのかと、こういう陰謀論的なテーマなんですけど、これはちょっと一度ですね取り上げなくちゃいけないなというふうに前から考えてたんですけど、今日のメインテーマはこういうことです。ということで今日のワイワイニュースライブ通算で2940回目ですね。ということです。現時点で、音声も映像も問題なく配信されているということです。ということで、今日の最初のお知らせですね。これは先週金曜日、放送しましたワイワイニュースライブのメインテーマ、まとめ、我々が目指す市民革命とは何かと、こういうテーマでしたけど、これのYouTube の表紙をこのように作ってくれました。我々が目指す市民革命とは何かということですね。そして、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが279名様、YouTube が254で、合わせて533名ということです。それから先週の土曜日ですね、2月の15日午後5時から7時に第27回目の猫勉強会を開催しライブ中継したということで、その時の YouTube の表紙は各人がテーマを個別に取り上げるということだったんですね。天野元康さんが今年2020年の日本経済についてとマイナスになるというんですね。から大津恵子さん、新型コロナウイルスは細菌兵器なのかということで、今日のメインテーマ、このイルミナティカードにちゃんと武漢での、悪魔のペストというカードの予言があるんですね。ここまでこれがそうなんですね。これ真ん中のワシントンにあるアメリカの連邦議会なんですけど、実はですね、そっくりさんを武漢のホテルで建築中だということで、武漢なんですよこれ。それにコウモリがいて、そして悪魔がペストをまき散らしているということなんですね。タイトルがプラグ・オブ・デーモンズということで、プラグっていうのはペストなんですね。まさに武漢で新型コロナウイルスが蔓延しているということを予言してるんですね、これ。ですから、この予言がイルミナティカードですでに前から予言されているということを考えれば、この新型コロナウイルスというのは細菌兵器だろうというふうに考えざるを得ないですね。それから三角さんが東京五輪は福島原発事故大事故を隠す復興五輪だということ。そして私がサンダース民主党大統領候補の金融経済課税は革命的政策だが不十分だと、こういう4つの各自がテーマを取り上げたということなんですね。それで、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが、481名で YouTube が470ですから2つ合わせて953名ということですね。そして今日の画像ですけど、
そうなんですよ。武漢のホテルなんです、これそっくりさんですね。ということと、それから今日の画像ですけど、最初は2月の15日現在の新型コロナウイルスの感染者数と1日あたりの死者数の推移を示した図ということで AFP なんですね。AFP が定期的に最新の情報をこういうふうに流してくれるんですね。で、これによると、現在、感染者数は66,400人以上と。そして、1日の死者数っていうのが、この棒線のグラフなんですね。急激に上昇していると。いうことで、254名。これが2月の13日で14日と減って15日は143名ということで、でも1日150名ぐらいの人が死んでるんですね。そして下に中国国外の感染者数が出てるんですね。日本が32と、からクルーザーが218と、それからシンガポール67、香港56、タイ33、韓国28、マレーシア19、台湾18、ドイツ16、オーストラリア15、ベトナム15、US、アメリカ15、フランス11、マカオ10と、からイギリスが9、UAE、アラブ首長国連合が8、カナダが7、インドが3、フィリピンが3、イタリアが3、ロシアが2、スペインが2、フィンランド1、ネパール1、スリランカ1、カンボジア1、スウェーデン1、ベルギー1と。こういうことなんですね。から2つ目の画像ですけど、これは、スイスインフォの今日の記事取り上げたんですけど、このクリプトというスイスの情報会社がですね、長年 CIA とそれから東ドイツの秘密情報、秘密警察のスパイ行為を請け負ってたということで、彼らが開発した通信傍受、電話回線の通信傍受を使って、世界中100カ国以上のいわゆる政府関係者等々の電話盗聴してたということがバレたんですね。で、今日のスイスインフォ記事、スパイ疑惑と永世中立国スイスに激震が走っているということです。で、このクリプトっていうのは、2018年、去年、一昨年か、分社化して、今はスウェーデンの会社が運営していると。一部を、事業と名前はスウェーデンのクリプトインターナショナルが買収したということで、同社のホームページでクリプト社のスパイ疑惑には一切関与してないということで、おそらく現在は身切れになってるんですけど、それ以前はまさにどっぷり使って、CIA とそれから東ドイツの SDS っていうんですかね、の SR じゃないや、旧西ドイツの情報機関だ。旧西ドイツの情報機関である
連邦情報局 BND のと CIA とこの2つと密接に関わってたと、こういうことなんですね。これがバレたということですね。から3番目が今日のメインテーマですけど、イルミナティカードという、これはそうなんですね。イルミナティ The Game of Conspiracy ということで、謀略ゲームという、これ毎年出てくるんですよね。で、出してるのがこのスティーブ・ジャクソン・ゲームズと、この会社怪しいですよね。これね、どうしてこういう情報をどっからもらってんのかと、こういうことをやはり捜査、強制捜査すべきでしょうね。というのが今日の画像ですね。今までのところですね。砂月にさん、なぜイルミナティカード予言はこれほどまでに的中するのかという、ワイワイニュースライブ、ただいま配信中ですね。それから翔さん、コンティニューコイン、から砂月さん、コンティニューコイン2枚ですね。ジョシュア・マーティンさん、武漢にもホワイトハウスもどきを建設したのと、そうなんですよ。からのこのこさん、コンティニューコインが2枚、初耳さんがいつもたくさんのコンティニューコイン6枚ですかね。12345 6枚7枚ですね。ありがとうございます。ジョシュア・マーティンさん、お茶爆10、初耳さん、ただいま配信中、なぜイルミナティカード予言はこれほどまでに的中するのかと、K さん、コンティニューコインですね。そして今日の放送の前ですね、砂月にさん、アサンジュに起きていることは我々全員に起きると、マスコミに載らない海外記事、2月18日今日付の記事ですね。から福田信夫検事総長の正義と、本沢二郎の日本の風景ということで、今年の8月に彼は退官するんじゃないかと言われてるんですけど、退官しないで頑張ればいいんですよね。それで黒田の検事総長就任を力ずくで阻止するということですね。から砂月さん、大統領になりたくて政党を買収するオルガルヒ、マスコミに載らない海外記事と。オルガルヒってのはロシアの成金ですよね。から砂月さん、安倍政権ではコロナも自己責任なのかと。韓国は隔離世帯に123万ウォン、12万3000ですねの生活費を支給するのに、日本は休業保障すら認めずという、もうどんどん差が出てきますね。日本国の劣化が。田中隆作ジャーナル、日本人はここまで貧しくなっていると、砂月さんってことですね。はい、ということです。そして、砂月さんから初めてご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同なるツイッター連携で拡散共有をお願いしますということで、毎回、投稿していただいてありがとうございます。ということで、これまでのところをアップしますね。我々が目指す市民革命とは何かというまとめですね。これの現時点での視聴者数533名様。それから先週の土曜日、第27回根っこ勉強会ですね。それでテーマが4人がそれぞれのテーマで話すということだったんですね。で、天野さんが今年の日本経済はどうなるのかと。から大津恵子さん、新型コロ
なウイルスは細菌兵器なのかと。から三角さん、東京五輪は福島原発大事故を隠すための復興五輪だと。そして私がサンダースの、金融経済に課税するというのは素晴らしい革命的な政策ですけど、あまりにもパーセンテージが低すぎると。5% にしろよという話ですね。そして、現時点での視聴者数が953名ということですね。はい。で、今日の画像ですね。今日の画像の AFP の記事に載ってた現時点で最新の情報ですね。グラフですね。からスイスのクリプト社、これはスイスインフォの記事ですね。長年にわたり CIA とから西ドイツの旧西ドイツの秘密情報機関のスパイをやってたという話ですね。これが暴露されてスイスに大激震が走っていると。それからイルミナティカードゲーム、今日のメインテーマ、これ毎年出てるんですよね。そして今日の注目情報ですけど、このスイス、スパイ疑惑ということで永世中立国のスイスに激震が走っていると。これが今日の注目情報です。これちょっとポイントだけ言いますかね。スイスの企業によるスパイ疑惑がスイス全土を震撼させていると、スイス公共放送 FRF などの国際合同報道で、ツーク州の株式会社クリプトが2018年まで米市中央情報国 CIA のスパイ活動に加担していることが明らかになったと。クリプト社が諜報機関とつながっているという噂は昔から公然とささやかれていたが、 CIA と旧西ドイツの情報機関である連邦情報局、BND の文書はそれが事実だったことを証明したと。2つの情報局はスイスのクリプト社が不正を仕組んだ暗号型デバイスを使って世界中の機密情報を傍受していたと。その活動は広範囲にわたると。不正デバイスは100カ国以上で使われ、 CIA や BND に盗聴されていたと。政府機関や大使館、軍部の数十万件に及ぶ通信が組織的に傍受されていたと。で、解読不可能な暗号化デバイスを装って、販売ということで、 BND と CIA は1970年リヒテンシュタインの財団を隠れみのにクリプト社を折半で買ったと。それより前から穏やかな協力関係があったが、買収によって諜報機関はクリプト社を完全に掌握したと。クリプト社は当時暗号化機械の分野で世界をリードしていたと。機密通信を傍受されないよう暗号化する機械と。数十年に、わたりクリプト社が
2種類の暗号化システムをデバイスに搭載していたと。一つは通信の安全性を完全に守るシステム、もう一つはそうでないものと。つまり解読可能なシステムと。安全性が完全に守られた解読不可能なデバイスはスイスなど一部の国でしか販売されなかったと。 SRF のこれはスイス公共放送ですね。報道番組ルンドシャウやドイツ ZDF 米ワシントンポスト紙は CIA、BND の280ページに及ぶ文書を入手分析し、その中でルビコン作戦と呼ばれたスパイ行動は戦後最も成功したインテリジェンス事業の一つと位置づけられたと。クリプト社製デバイスは世界中で使われ、特にサウジアラビアはアルゼンチン、イランで対応されたと。冷戦や中近東紛争の間、永世中立国のスイス製は強い売り文句になったと。米国もこれを政治的に利用したと。通信を傍受し放題だったため、交渉時や戦争時の軍事戦略で格段に有利になったと。1978年のキャンプデービッド合意、79年の在イラン大使館人質事件、89年のパナマ侵攻、これらはその一例だと。文書は BND と CIA がアルゼンチンの暫定軍事政権による深刻な人権侵害をいち早く察知していたことを明らかにしたと。傍受・解読したアルゼンチン海軍の無線通信が米国から英国に渡り、1980年のフォークランド紛争で英国が勝利するのに一役買ったと。で、スイス政府情報機関の関与はということで、文書は CIA と BND のスパイ作戦によるスイスの諜報機関も関わったことを明らかにしたと。米 FBI に相当するスイス連邦警察は軍部の情報機関と接触したと。情報機関の高官らはドイツ、アメリカがクリプト社に関してどのような役割を持っているかを全体的に認識していたし、その関係を擁護しようと尽力したと。ルンド社の調査でスイス連邦情報機関の職員はこの事実を確実に知っていたことが確認されたと。だが関与していたと思われる人々はノーコメントを置くか知らなかったと話すと。文書はまた政府のキーパーソンもルビコン作戦の存在を知っていたことをほのめかしていると。クリプト製は輸出停止ということで、ルンド・シャウアの調査を受けてパルムラン経済相は昨年12月半ばにクリプトインターナショナルに対する輸出許可の一時停止を決定したと。連邦経済省によると、停止処分は未解明の疑問が明らかにされるまで続くと。スイス政府も報道を受け調査に着手。先月15日、クリプトリークスに関して省庁横断の作業部会を立ち上げたと。国防外務司法経済省が参画し、元連邦判事のクラウス・オーバーホルツァーが指揮を執ると。6月末までに報告書をまとめる予定だと。こういうことですね。だから筒抜けだったということでしょ。軍事情報を含めて最高の機密レベルの情報が全部筒抜けになってたと。アメリカと西ドイツにおめでたいもんですよね。しかしね、だからみんなあれですよ、スイス製だと思って、信用したんでしょうね。ということです。砂月金さん、第26回根っこ勉強会テーマ、2020年はどうなる、2020年をどうするということでしたね。そうですね、今年の1月の根っこ勉強会がこういうテーマでしたね。今日の注目情報ですね。スイスっていうのは中立国という美名のもとで、
散々悪いことしてるんですよね。スイス政府あるいはロシアと国際金マフィアBIS なんかまさにそうですよね。で今日の一言、これは金曜日のまとめ、我々が目指す市民革命とは何かの中から、ポイントを、まとめ、今日の一言にまとめたんですね。で1から全部で12あるということで、我々の市民革命は改革ではなく革命だと。改革とは既存の支配体制をそのままにして部分的に改良する運動と。革命は既存の体制を解体して全く新しい体制を作り出すこと、運動だと。から2番目、我々の市民革命は労働者革命ではなく生活者市民革命だと。労働者革命とは各国の労働者を支配し搾取する資本家から労働者の解放を目的とする戦いと。市民革命とは各国の生活市民を支配し搾取する世界支配階級である国際金マフィアとその代理人である各国支配階級から労働者を含む全ての生活者市民を解放する戦いということで、労働者を解放するだけの戦いじゃないんだと、労働者を含む生活者市民全部を解放する戦いなんだということですね。で3つ目、我々の市民革命は中央集権の共産主義革命ではなくて分権民主主義の市民革命だと。一党独裁の共産主義イデオロギーに基づくロシア革命や中国革命などの共産主義革命ではなく、民主的な意思決定に基づく脱イデオロギーの分権型民主主義革命だと。これは大事なんですね。4番目、我々の市民革命は暴力革命ではなくて平和革命だと。各国の議会制度を利用して地方と中央の首長や議会に市民革命勢力を送り込むと。で最終的には中央政府のトップと国会で市民革命勢力が多数を占めることで市民革命政権を樹立し政権公約を実現するんだと。暴力による革命は既存勢力の圧倒的な暴力によって簡単に鎮圧され多数の犠牲者が出ることは目に見えているからやめた方がいいということなんですね。で5番目、我々の市民革命は一国革命でなくて世界同時革命だと。現在の我々77億人の地球市民が直面している深刻な大問題と、1、大格差社会、2、テロと戦争の頻発、3、地球温暖化と気候変動は一国だけの問題ではなく世界共通であり、その解決は世界規模での解決なくしては不可能と。また例えば日本で市民革命が成功しても米国で市民革命が成功しなければ米国支配階級は在日米軍を使って日本の市民革命政権を簡単に武力鎮圧できるんだと。6番目、我々の市民革命は実体経済の数十倍の規模に膨張し実体経済を全面破壊してさらに超え太る金融経済を縮小させ実体経済を復活させることなんだと。7番目、政府、中央銀行、民間銀行が独占する信用相続権を剥奪して三位一体の国民資産横領システムを解体することなんだと。8番目、政府が独占する信用相続特権である国債発行権を剥奪し信用相続を禁止すると。国債発行を禁止する。で各国の政府は毎年国債を大量に発行して民間銀行に引き受けさせ多額な利子を払って民間銀行から莫大な借金をして赤字財政に、繰り入れていると。政府による国債発行を禁止することで国の借金の増加を停止ができるんだと。9番目、中央銀行が独占する信用相続特権である貨幣発行権を剥奪し信用相続を金融経済ではなく実体経済のみに使用するようにすると。各国の中央銀行は銀行権の増刷によって政府が発行して民間銀行が買い入れた国債を買い取ることで民間銀行に資金と利子収入を供給していると。中央銀行を 100% 国有化して全ての決定権を国会に設置する中央銀行運営委員会に移管すると。それによって中央銀行を国民化するんですね。国有化だけじゃダメなんですね。国民化しなくちゃいけないんですね。
10番目、民間銀行が独占する信用相特権である無からお金を生む詐欺システム、準備預金制度を禁止し、信用創造を禁止すると。で、各国の民間銀行は預金者の預金の 1% を中央銀行に予託するだけで100倍の架空の資金、信用創造を得ていると。各国の民間銀行は創造された架空の資金に利子をつけて、個人、企業、地方自治体、政府に融資して全員を借金付けにしてんだと。民間銀行の融資原資を預金者の預金に限定することが必要なんだと。11番目、金持ちと銀行が永遠に超え太る金が金を生む金利システムを廃止すると。12、日本の国家予算の裏帳簿である特別会計を廃止し、一般会計に統合して完成経済を解体すると。これが我々が目指す市民革命なんですね。ということです。サイダリアさんがお茶12345 5杯ですね。ありがとうね。雪丸まさん、クラッカー、昨日放送がなかったようなので気にしております。先週の月曜日と昨日と、あと来週の月曜日もちょっと所用がありますんで、お休みするということで、一応、金曜日の放送の中ではお知らせしてたんですけど、ということです。そしたら、今日の一言。まとめ、我々が目指す市民革命とは何かと。我々が目指す市民革命は改革ではなくて革命なんだと。これが1ですね。2、我々の市民革命は労働者革命ではなくて、生活者市民革命だということですね。だから労働者だけを解放する労働者革命じゃないんだと。労働者を含めた 99% の生活者市民を解放するより広い解放運動なんだということですよね。それから3番目、我々の市民革命は中央集権の共産主義革命ではなくて、分権民主主義の市民革命だと。だから一党独裁の共産主義イデオロギーに基づくロシア革命や中国革命などの共産主義革命ではないんだと。脱イデオロギー、マルクス主義、レーニン主義はもういいよということなんですね。共産主義革命ではなくて、民主的な意思決定に基づく脱イデオロギーの分権型民主主義革命だと。これは大事ですよね。それから我々の市民革命は暴力革命ではなくて平和革命だと。で、各国の議会制度を利用して地方と中央の首長や議会に市民革命勢力を送り込み、最終的に中央政府のトップと国会で、市民革命勢力が多数を占めること。あくまでも議会での多数派によって
市民革命を行うと、市民革命政権を樹立して政権公約を実行するんだと、そういうことなんですね。だから暴力による革命は既存勢力の圧倒的暴力によって簡単に鎮圧されると、多数の犠牲者が出ることは目に見えてるからやめた方がいいということですね。で、我々の市民革命は一国革命ではなく世界同時革命と。で、現在の我々77億人の地球市民が直面している深刻な大問題、格差社会、テロと戦争、地球温暖化、気候変動は一国だけで解決できないと、世界規模での解決なくしては解決できないんだということで、世界同時革命なんですね。そしてたとえ日本だけで一国革命、市民革命政権が樹立しても、アメリカでの市民革命政権が樹立しないと、既存のアメリカ支配階級によって簡単に在日米軍がいますんで、あるいは自衛隊がいるんで、簡単に鎮圧されるんですね。から我々の市民革命は実体経済の数十倍の規模に膨張し、実体経済を全面破壊して肥え太る金融経済を縮小させ、実体経済を復活させることなんだと、そういうことなんですね。で、政府中央銀行、民間銀行が独占する信用相続特権を剥奪して三位一体の国民資産横領システムを解体することなんだと。サイダリアさん、コンティニューコインですね。それから政府が独占する信用相続権である国債発行権を剥奪し、信用創造特権を信用創造を禁止すると、国債発行を禁止すると。で、各国の政府は毎年国債を大量に発行して民間銀行に引き受けさせ、多額な利子を払って民間銀行から莫大な借金をして、赤字財政に繰り入れてんだと。これやらせなんですね、これね。わざと赤字を作って国債を発行させ、民間銀行に全額引き受けさせ、日本では毎年9兆円の利子を払って、借金をして赤字を埋めると。政府による国債発行を禁止することで借金の増加が止まるんですね。1100兆円の国の借金の増加が止まると。から中央銀行による信用相続特権である通貨発行権を剥奪し、信用創造特権を信用創造金融機関、金融経済ではなく実体経済のみに使用するようにすると。今あれですよ、日銀が国債を買い取って、日銀券を民間金融機関に、注ぎ込む金っていうのはどこに行くかと、ほとんど金融経済に行くんですね。実体経済に回らないんですね。だから0.5% の経済成長しかないということでしょう。各国の中央銀行はじゃないや、これか。
各国の民間銀行は創造された架空の資金に利子をつけて地方自治体、民間、個人、国、総借金付けにしている。それと民間銀行の、融資原資は預金者の預金に限定すると。もともとそうなんですよね。中央銀行ができてから準備預金制度という巧妙なからくり、打ち出の小槌によって100倍の信用創造が生まれるようになったんですね。これをやめると。それから金持ちと銀行が永遠に超え太る金が金を生む金利をやめると。それから日本の国家予算の裏帳簿である特別会計を廃止し、一般会計に、統合して、完成経済を解体するということですね。そして次が今日の推奨本ですね、朗読。これですね。グレタたった一人のストライキということで、今日は、第30回目ですね。グレタニュースを見聞きしコメントするというところです。2ページですね。ここ読みますね。ドナルド・トランプは少なくとも正直をね、せっせと仕事をしてお金を稼ぎ、パリ協定なんか無視。だから周囲から極端だと思われている。でも私たちだって同じことをしてるのよ。とグレタは言ったと。私たちは SVT プレイ、訳中、スウェーデン公共放送 SVT のニュースやドラマは放送後一定期間無料でネット視聴できると。で、党首討議の内容をチェックしていたが、スバンテは腹が立ってとても見てられないと言って、犬と散歩に出かけたと。スウェーデンのガス排出量は世界でもトップクラスなのよと怒ったグレタは続ける。それなのに各党の党首はほぼ全員が自国の排出量に注目しないで、明らかに数字が悪い近隣諸国の手伝いをしましょうと主張している。スウェーデンのエコロジカルフットプリントはそれらの国々よりずっと高いのにどうして誰も反論しないのと。彼女はパソコンを膝に乗せソファーに座っていたと。暦の上では5月が始まったばかりだというのに、窓の外には熱波が押し寄せていると。スウェーデンは世界第8位と彼女は続けると。他の国を助けている場合、もっと、悪いアメリカとサウジアラビアになら手を貸せるだろうけど、司会者が何も言わないのは私たちが自国の排出量を外国に輸出していることを知らないからよと。真実を語らないから情報が広まんない。みんなトランプのもう一つの真実を責めるけど、私たちの方がたちが悪いと。環境にいいことをしてるんだって自分たちを信じ込ませてるんだから。その翌日、新聞各紙は党首討議の発言内容について事実確認をした。だが私たちが話していたこと、例えば極地の氷が溶ける実際のスピードについてを確認した記事は一つもなかったと。1分間に20平方メートルの氷が毎月溶解しているのは本当か、それともこれより少ないのか。ほとんどの党首がその主張の中でスウェーデンの排出量を実際の半分以下にしているのに非難する声がなかったと。グレタは朝食のテーブルで記事を読んでこうコメントしたと。環境上の目標が未達成だということを議論したかと思えば、その日には全空港を増築し、乗客数を3倍にしたり、環境に優しい高速道路を建設しようとする。環境問題を否定する者は愚か者と言いながら、実際のところ私たち全員が環境問題を否定しているのよということですね。で、水曜日は明日は普通日語放送、木曜日ですね。それでも変化は起こらないというところですね。1ページか。はい。
ということです。ということで、サイダリアさん、お茶が2杯ですね。今日のメインテーマですね。なぜイルミナティカード予言はこれほどまでに的中するのかと。で、先週土曜日ですね、2月15日の第27回根っこ勉強会の中で、天野元康さんがイルミナティカードの予言を取り上げていた。で、下記に見るようにカード予言がこれほどまでに的中しているのを考えると、これらの大事件が単に偶然に起こったと思うのは不可能だと。これらの大事件はある勢力が莫大な予算を使い、長期間かけて綿密に準備して実行したと考えるのが自然だろうということですね。それじゃあ、ある勢力とは誰なのかと。それは世界支配階級イコールロシアの国際金融マフィアの司令塔、秘密結社イルミナティなんだと。彼らは最終目標である世界統一政府樹立と人口削減に向けて策定した世界革命行動計画を実行準備が整った段階で、5、6年前ですね、陰謀ゲームの中で予告していると考えるのが自然だろうということですね。で、今日のメインテーマの情報ソースとしてブログ天下太平というブログにあった画像を全面的に、取り上げるということなんですね。それでイルミナティカードっていうのはこういうカードなんですね。毎年出てるんですね。で、こっから出したんですね。スティーブ・ジャクソン・ゲームズというアメリカの会社ですね。で、イルミナティって言って、で、The Game of Conspiracy と、陰謀ゲームということで、イルミナティのシンボルマークが真ん中に来てるんですね。ということです。そして的中した予言の1として、例の2001年 9.11 の米国同時テロということなんですけど、これを予言したのが1995年のイルミナティカードなんですね。このように高層ビル2層が爆破されて炎上していると。まさにそっくりですよね、これね。そして、もう一枚のカード。これもペンタゴンが炎上している予告、予言カードなんですね。これはテレビでやってたみたいですね。だから95年発売のイルミナティカードに6年後の2001年に起こることを予言してたということですね。それから2つ目、的中した予言2として福島第一原発事故と津波。これは何年発売のカードかちょっと分かんないんですけど、これがそうですよね。原発ですよね。原発。ニュークリアアクシデント。核事故ですね。原発の塔にひびが入っているということですね。で、こっち側が津波なんですね、これ。タイダルウェーブという津波。これが2011年の 3.11 の福島第一原発の大事故を予言しているということですね。から3枚目、的中した予言3。これですね、さっき取り上げましたけど、これが予言のカードなんですけど、これ誰が見てもワシントンにある連邦議会、米連邦議会と思いますよね。でも違うんですね。こっちにあるように、これ武漢にアメリカの連邦議会そっくりのホテルを建設中だということで、武漢にあるんですよ、これ。それで、プラグ・オブ・
デーモンズということで、プラグっていうのはペストですから、悪魔のペストが武漢を襲ってるというコウモリなんですね、これね。新型コロナウイルスを予言しているという。すごいですね。そして、恐ろしいことに東京で、大地震が起こるという予言なんですね、これ。これは銀座の服部時計店、和光か、今の和光の時計台が崩壊するということで、この時刻がですね、11時11分なんですね。1111なんですね。だから東京で、コンバインド、ディザスターズという複合惨事ということなんですけど、それで、この逃げ惑ってる人たちの服装の色を見ると5色になっているということなんですね。赤があって黒があって青があって黄色があって緑があるという。ということは東京の2020年の東京オリンピックの時に大地震が起こるよということを予言しているということなんですね。これが和光の時計台ということです。ということで、今日のメインテーマは、なぜイルミナティカード予言はこれほどまでに的中するのかという恐ろしいことなんですね。ジョシュア・マーティンさん、コンティニューコイン、怪しいカードと。本当怪しいですよね。だからみんなこのことを話題にすると、陰謀ゲームだから、あんたの言うことは陰謀論でしょということで、一生に付されるということになるわけですよね。また言ってんのかと。陰謀でしょうと。ただこれほど的中する陰謀っていうのは何なんだと思いますよね。ということで、ポイントだけでも、今日のあれか、グレタ朗読した箇所ですね。これですね。そして今日のメインテーマ、これは先週土曜日の根っこ勉強会で天野さん、前から言ってたんですけどね、取り立ててかなり詳しく彼が取り上げてたんで、ちょっと調べるかということなんですね。下記に見るようにカード予言がこれほどまで的中しているということを考えると、これらの大事件が単に、偶然に起こったと思うことは不可能だろうということですね。でこれらの大事件はある勢力が莫大な予算と長期間かけて綿密に準備して実行したと考えるのが自然だろうと。それじゃあある勢力とは何かというと、それは世界支配階級であるロシアの国際金マフィアの司令塔である秘密結社イルミナティだと。
イルミナティが彼らの最終目標である回収ユダヤ人による世界統一政府と人口削減に向けて策定した世界革命行動計画を実行準備が整った段階、5、6年前でこの陰謀ゲームの中で予告しているというふうに考えるのが自然でしょうねと。横浜に核ミサイルが五輪の年に落とされたのはありましたね。雪丸正。それでこの情報ソースがこのブログなんですね。天下太平というなかなかよくまとまってますよね。それで画像1がイルミナティカード陰謀ゲーム、それで的中した予言1、これは2001年の 9.11 米国同時テロ、これはニューヨークのツインビルとそれからペンタゴンを飛行機が攻撃したと言われてますけど、ペンタゴンはあれでしょうね、ミサイルでしょうね。で核テロって言ってますんで、ツインタワーの崩壊っていうのは小型核爆弾を仕掛けて崩壊させたということなんですね。単なる通常の爆弾ではなくてね。だから当時救援に当たった警官とか消防員多数がその後がんになって多数死んでんですね。そのことも情報統制されていると。からナンバー2として福島第一原発事故と津波ですね。ニュークリアアクシデント、タイダルウェーブっていう津波ですね。それから3番目が現在猛威を振るってる武漢での新型コロナウイルス。これはいつの販売のカードかってちょっと調べないと分かんないですけど。で米国議会を模した武漢に建設中のホテルが書かれているということですね。雪丸松さん、数年前に東京湾で謎の揺れと謎の黒煙が何回か確認されているみたいと。地震にはカウントされてませんが何か仕掛けられてませんという。恐ろしいですね。から的中するかもしれない予言ということで、東京オリンピック開催中に東京に大地震が来るということで、コンバインド・ディザスターズ、複合大惨事、それと銀座の和光の時計台ですね。そしてで時計台は銀座に、これは抜粋なんですね。時計台は銀座にあるものと酷似しており、逃げ回っている
人々の服装のカラーがオリンピックカラーとリンクしていることから、今年開催される東京オリンピックに、よからぬ光景があるのではないかと噂されているということですね。だこういう可能性があるよということをみんなが騒げば抑止になるんですよね。彼らはどうせ、これを取り上げても陰謀論者として、誰からも無視されると思ってその気になってるわけですけど、実際は違うよと。なんでこのイルミナティカードがこれほど的中してるのかと。それは彼らが綿密に、莫大な予算とそれから人員とそれから期間をかけて用意したさまざまな陰謀ですよね。陰謀を彼らは事前に予告したいんでしょうね、彼らとしては。その唯一の手段としてこの陰謀ゲームの中で予告するということをしているというふうに、我々は見ざるを得ないでしょうね。というのが今日のメインテーマでした。で、今日のトピックスですね。新型コロナウイルス感染者が確認された国と地域。これ AFP ですね。そして2番目、安倍首相が辻元清美に桜前夜祭問題の決定的な嘘を暴かれ窮地と。コロナ対応でも馬脚、桜やってる場合かの野党攻撃も説得力ゼロというリテラですね。ちょっと長いんですけど、全日空ホテルが彼ら忖度しないで、安倍の言ってることは間違ってますよというふうに言ったんですね。全日空はダメなんですね。彼ら忖度組ですから。全日空インターコンチっていうのは外資ですから忖度しないということで、嘘がバレたということですよね。そして東京マラソンが中止になったということで、他のイベント、スポーツイベント、あるいは大人数が集まるコンサートとか野球とか大相撲とか等々が軒並み、中止になるんじゃないかということで、当然でしょう。だから東京オリンピックなんか開けっこないですよ。まず国内でも人が集まらないと。それから外国から選手も来ないと。見物客も来ないということで、東京オリンピック中止、ほぼ 100% 確実でしょうね。で、日本の組織委員会、電通、安倍、等々だけがあくまでもやると。IOC に、金払って買収して IOC もやるということなんですけど、実際誰も集まんないということでしょ
安倍はグロッキーと今週中に退陣する可能性あると不運休を告げるとジョシュア・マーティンさん、そうでしょうね。もう体力的にも精力的にも、一歩出ないでしょうね。コンティニューコイン、ということで、それと何でしたっけ。東京オリンピック中止になるってほぼ 99.99% 確実なんですけど、誰も言わないっていうのは何なんですかね、これね。それからハンギョレ新聞、世界経済コロナに連続的感染と、中国の低成長が2% 台に落ち込むという見通しもということで、ハンギョレ新聞の記事ですね。アップルが中国の iPhone 工場が休業になっちゃって、販売数は半分に落ち込むんじゃないかと言われてますね。それから中村敦夫、彼発言してるんですね、日刊現代で。彼も議員に立候補するなら適格審査の国家試験を受けさせよという至極まともなこと言ってますね。私の言う憲法用語検定試験制度、それは私の場合は公務員、政治家と公務員だけじゃなくて、一般の有権者も受けさせるということなんですね。でこの中村敦夫さんが言うには政治家だけということなんですけど、政治家だけじゃ全然ダメでしょうね。とんでもない政治家を送り出すとんでもない有権者がいる限り変わんないですよ。東京オリンピックが中止になったらイルミナティカードは外れますかねという、外れてほしいですよね。結局イルミナティの正体が分かんないというところで、彼らはずっと長い間陰謀論の中で、隠れてたんですけど、陰謀論自体がまさに、真実なんだということが多くの人が分かればですね、そして、彼らがこの間イルミナティカードで予告していることは彼らが実際に準備してそして実行してきたことの予告なんだということが分かれば、彼らのいわゆる陰謀をですね粉砕する手がかりになるということなんですね。だからイルミナティが一体何なのかということすらもよく分かんないということなんですよね。砂月金さん、選手村は隔離施設に転用せよと。そうですよね。競技施設と選手村は隔離施設に転用せよと、そういうことですよね。で今日の重要情報ですけど、牧原紀之は明らかに不当逮捕と、立件できなかった2年前ですよ。だこれはもうスピンでしょうね。窮地に桜問題とかから IR の汚職とかさまざまなからこのコロナウイルスの後で何もほとんどしてないという批判をかわすために2年前で
立件できなかった牧原紀之、彼才能ある歌手なんですけど、完全にでっち上げでしょうね。不当逮捕でしょうね。だから徹底的に戦えばいいんですよ、牧原さん。冗談じゃないと。私は覚醒剤一切、やってませんということをで、自分の無実を主張して、これはまさに陰謀だと。安倍政権のさまざまなスキャンダル、無能力等々を隠蔽するために私を不当逮捕して、生贄にしたんだということで戦えばいいですね、彼はね。ということですね。ということで今日の放送はこれで終わりです。時間が1時間11分71秒71分25秒ですね。同時期に視聴されている方が37名様、全体で112名様、コメントが63件ということで、今日金曜日、現在日本時間で、夜の11時17分ですね。ジョシュア・マーティンさん、キャス君ですね。ありがとうございました。たくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトとからコメントですね、いただきましてありがとうございました。ということで今日火曜日の放送はこれで終わりです。で、明日は水曜日ですんで、普通日語放送を9時から9時半の間にやりますんで、よろしければまた合流してくださいということですね。何やるかまだ決めてないんですけど、今日のイルミナティカードなんか面白いですね、フランス語でやるとね。そうだね、大麻で巻き起こし昭恵夫人はするということで、ひどいもんですよね。だからあれほど才能ある、いわゆる、歌手兼、シンガーソングライターの才能を殺し、彼の人格を殺し、彼の人生を破壊したということで、ですから彼を評価する人は発言すべきですよね。彼は生贄として安倍晋三のスキャンダルを隠すためのスピンとして2年前のあれを証拠不十分というか起訴できなかったことを今更起訴し、何の証拠もなく、新しい証拠もなくて起訴したと。そしてガンガン攻め立てて、自供させればいいということなんでしょうね。とんでもないよね。だから彼のファンの方は警視庁あるいは安倍政権、おそらく菅と、それから警察庁のナンバー2に、出世した中村至というとんでもないやつ、この辺が陰謀謀略なんですよね。から杉原という副官房長官だから、このスピンだという明白なスキャンダル隠しのために彼は狙われたんだということで、彼のファンの方はそのことを情報発信すべきですよ。どんどん。そして彼の即時釈放、そしてそれを仕掛けたいわゆる安倍晋三、菅官房長から杉原副官房長、そして、警察庁の官房長になった中村至というから北村茂とかという、要するに安倍軍団の警察官僚たちを一人一人彼らの犯罪、国家権力犯罪ですよを暴露する必要ありますよね。ということですね。ということで、今日の放送終わりです。お疲れ様でした。終わります。